トップの膨らみっていうのも結構お客さんの中では気にされる方が最近多いね。トップの膨らみ、トップの裏の補強、それが非常にデリケートになってきてるっていう現在はそうだからすぐに反応するようになんか随分削り込んでるでしょ。だから本当に表のこの歪みっていうのは起きがちで起きやすいコンディションにはなってるね。昔は本当にもうこっちこっちっていうか頑丈に作って、そうですね、昔はもうびくともして落としても大丈夫だよみたいなことまで、とにかく丈夫なギターでしたもんね。ただ鳴らす非常にこうなってくるまでに時間かかるから3年5年一生懸命弾き込んでねっていう、そういう説明をしてたのが今は通用しない。もう買ってすぐにちゃんと音がね、気に入った音が出なきゃいけないということで中の削り込みっていうのは進んでる。とはいえでも多分うちのブレッシングはそんなに弱い方ではない。それはもちろんね、もう本当に心臓部だから、もうそこがしっかりしてないと。ただね、ちゃんとした音を出さなきゃいけない。それでもって歪みそういったものをねないようにしなきゃいけないっていうのは意外と矛盾してて、もう全然もう膨れないようにっていうか、そういうふうに歪みがないように作るのは簡単なんだよ。そうですね、ガチガチに固めちゃえばいいだけですからね。ただもう音的にもう決定的な致命傷になっちゃうので、とにかく音をこっちは重視、居合ギターというのはいい音を届けるっていうことで、もう本当にバランス、その補強とそれから音質のバランスっていうのをね、徹底的に今やっている、試行錯誤もしてるけども、結局その強度を落とせば落とすほどギターっていうのは鳴るようになっていくんですけど、逆にその強度を上げれば上げるほど鳴らなくなる、そこのバランスですよね。ちょっと膨らむことによって、ブリッジが少し上がってくるっていう、そういうので弾くプレイアビリティ、ポジション的にちょっと弾きづらくなったなっていうのがあるから、そういう時のために定期メンテナンス、その都度それは調整するって感じですよね。だんだん安定期に入ってくるっていうね、それを繰り返してもらうと、そうやってギターも成長していくってことですよね。そうなのよ。なるほど。いいこといやいや。はい、じゃあ続いてギター用のポリッシュは使ってもいいのでしょうかっていう問い合わせもよくあるんですけど、使う場所によりますね。ボディに使うポリッシュと、それからフィンガーボード、そういったものに使う専門のポリッシュというのがあるけど、そのポリッシュもたくさんの種類がいろいろありますね。種類によって成分も多分全然違いますし、大きく分けるとラッカー用、ウレタン用、そういったね、どういう塗料で使われてるかで、大体決まってくるんだけども、絶対このポリッシュは使っちゃいけないよっていうのもあるしね。一番気をつけなきゃいけないのは、ラッカー系のギターにラッカー用以外のウレタン用とかそういうものを使ってしまうと塗装が溶けてしまったりとか、溶剤が入ってるっていうことがあるので、ラッカー仕様のギターは非常に気をつけなきゃいけない。そうですね、デリケートなんでね。うちはだいたいウレタン仕様というのが主流だから、ある程度使うポリッシュっていうのはね、選択肢があるけれども、その中でもね、いろいろと成分が、楽器屋さんに聞くのが一番いいのかもしれないけども、やっぱ研磨剤が入ってる入ってないとかでも違いますしね、目的が何なのかっていうところですよね。その汚れを落とすために拭くのか、艶を出したいから拭くのかとか、基本的に空拭きやってくださいっていうのが、こちらの主張なんだけども、どうしても肘この辺がね、今の夏だとね、どうしても空拭きで取れない、一生懸命拭いたら艶が出ちゃったとかね、そういう風になるから、特に艶のない艶消しのねギター、あれは絶対使っちゃダメですね、ポリッシュは。そうね、空拭きだけどやっぱりどうしてもこびりついてるから、使って艶が出ちゃったとか、そういうムラが出ちゃった場合は、こちらの方にまた預けてもらったら、補修作業とかできるし、フィンガーボードとかね、フィンガーボードで言ったらあれですね、オレンジオイルとかレモンオイルとかオイル系のありますね。
一般的にそういうはいフィンガーボードに使うためのオイルポリッシュだから大体皆さん買われるんだけどオレンジとレモンどう違うんだみたいなね、そういう質問は多くて、調べたんですよ。困っちゃうところで、ね、調べたんですけど、ちょっと思ってきたんですけど、結構これ意外とこいつにも研磨剤が入ってることがあるらしくて、オレンジオイル、レモンオイルで、このよく見るこのオレンジオイル、こいつは成分見たら研磨剤入ってないんですけど、レモンオイルの方は結構研磨剤が入ってるらしくて、研磨剤っていうことはもう汚れ落とし、そうやな。だからこうしつこい汚れに関してはレモンオイルは強いんだね。このオレンジオイルは意外と香りがいいからっていうことで、女性が選ぶ場合があるけれども、効能についてはどうなんだみたいなのがこれも結局そうなんですよね。その汚れ落としとして使うのか、保湿的な意味合いで使うのかっていうので多分全然変わってくると思うんですけど、研磨剤が入ってるやつを使っちゃうと保湿には多分ならない。そうね。まあ汚れは取れるけれども、保湿矛盾するとこやな。ただね、あとどっち？使った方がいい？いや僕はでもそんなに頻繁に使わない方がいいと思ってますね。でも一番こう汚れがさ、こうもうしつこくこびりついちゃう場所だよね。そう汚れてる時は使って自分のギターとかも掃除するんですけど、もう本当毎回原交換のたびにっていうものではないですよこれは。僕は勧める方なんだけど、まあ弦の交換する時ぐらいしか使えないじゃない。まあそうですね。弦を交換する時に、保湿とかそういうんじゃなくって、フレットをくすむじゃない。フレットがこうくすんでくる、そういう時に例えばスラーとかやった時にかさつきが出てくる、カサカサとかね、ガリガリとか、チョーキングとかやった時になんか引っかかる、だからフレットにツヤを与えるのには有効かなって。オレンジオイルでツヤ出ますかフレットに？とりあえず湿らかすっていうことでその汚れ的なそういったところ汚れは取れますね。でフレットもこう光ってくるし、だからフィンガーボードというよりはフレットには非常にメリットがあるなっていうふうに。ただ拭き取る、綺麗に空拭きで拭き取るっていうのが、一番面は塗装がしてないもう本当木材がむき出しの状態ですからね。塗膜がない分こういう潤いを与えて、でお手入れしましょう。そういうあれだよね。やりすぎ注意ってことですよね。とはいえ、なんか塗りすぎちゃっていつまでもベタベタしちゃうような。拭き取るっていうのが肝だよね。あれは良くないです。たまにスプレー式のやつがあるじゃない。スプレー式のやつっていうのはシューッと振りかけて、フィンガーイズみたいにして、だけどそのままにしておくっていう人が結構多くて、あれこそ拭き取るのがすごく大事で、あれって表の板にもかかるでしょ。そしたらやっぱりね、シミみたいにして残って後で一生懸命やっても取れないっていう場合がある。マゾさんはこれもスプレータイプじゃないですか。これを指板に直接やるのか、クロスにシュッとやってから拭くのか、どっち派ですか？もちろん俺はクロスだね。そうですよね。やっぱそっちの方がいいですよね。直接はあんまりフィンガーイズみたいにシューッとやって、だからやったままほかってあるなっていうのが表を見ればわかるわけ。でそれがちょっと飛びして、そうね、もうそれで結局拭き取れなくなっちゃったみたいな、取れなくなっちゃったって言って相談が来る場合があるんだけども、基本きれいに拭き取ってくださいっていうのがこのポリッシュのやらなきゃいけないことで、これを一回そのクロスにシュッてやって、それで伸ばしてでちょっと染み込ましたらまたそのオイルがついてない面できれいに拭き取ってやるみたいな感じです。お手本や。あとこれでボディを拭く人もたまにいらっしゃるんですけど、それは良くないね。良くないですよね。良くないね。これはやっぱりフィンガーボード専門だから、レモンオイル、オレンジオイルっていうのはもうブリッジに時々、そうですね。基本そういう黒炭、エボニーとかね、そういったローズウッド、そういうのの塗膜のないところ、あれ良くないよね。ボディそうですね。あんまり良くないと。っていうかあんまり効かないけどね。そうですか。オイル系は主にじゃあもうそのむき出しの指板面だとか、たまにブリッジとかっていうところに使うと。本当に、そうね。で使った後はしっかり拭き取る。もうなんか
吹きっぱなしではい、トラブルに遭ってる人はたくさん見てるから、うんうん、後の処理ね。そうですね。そこだけ気をつけてご使用ください。はい、はい、じゃあ続いてこれ最後の質問です。引かないときケースに入れた方がいいんですか？これもその人その人によって違うんだろうな。まあ俺はギターをなんかもう本当に家族の一員として見たいもんで、はい、そのギターがケースの中に入ってたら気持ちがいいかなみたいなところを考えるわけよ。ああ、なるほどなるほど。はいはい。例えばもう子供の時叱られてお尻の中に閉じ込められた時に早く出してくれってね、はい、そういうギターをね早く出してくれって言いたがってるって思っちゃうんだよね。はい、だからギターのケースの中ってギター息苦しくないですか？だから極端に言うともう移動の時のツール、移動する時に使うツールだよって言いたいとこだよね。だけどもうその家庭の事情があってケースに入れとかないと子供が蹴っちゃうとか、はい、ね、走り回って危ないとか、あと壁にそういうかける場所を作れないとか、ね、スタンドやっぱり危ないとか、やっぱケースの中が一番安全だっていう話を聞くと、まあケースバイケースやな。推奨としてはあれですよね。その入れっぱなしにするよりかはやっぱり基本出しといて空気に触れさせた方が。そうね。だから一番手元にあって、手を伸ばせばあるっていうのが一番理想的なんだろうけども、多分その人がいるところが一番環境がいいんで。そうですね。はい、だからその人と一緒に同じ空気を吸ってるっていうのが一番ギターにとって幸せな環境なんだろうけども。まあそれでもケースの中に閉じ込めちゃうと、さっき言ったお尻じゃないけども、なんでここんなとこ閉じ込めちゃうのっていうふうにギターは言ってる気がする。もう松尾さんレベルになるともうギターの気持ちまで分かっちゃうんですね。いやいや、なんかね、息苦しいだろうなとか思っちゃう。家族みたいな。最近だと結構性能のいいなんか乾燥剤とかあるじゃないですか。それいいな。ああいうのと一緒にケースの中に入れて、ケース自体がなんかもうそういう保湿除湿、だからもうケーキがついてて、ね、これだけ、まあ、コンディションいいですよっていうケースが出てるけど、まあ、それはコンディションとしては安心だよね。もう昔は本当にもうこのケースで大丈夫っていうのがたくさんあってでもうちょっと外に持っていっちゃったらなかなかケースの中が乾かない。だからケースの中は安心って言ってもそのケースの中に入れている間にもうギターが湿っちゃうっていうのが、昔はあったんだけど、最近はその辺がちゃんと、ね、ケアされてて、だからケースの中の環境がとっても悪いということはないと思うけど、ただギターにとってっていう感じだね。なんかやっぱりケースの中に一回入れちゃうと、やっぱりこう次の、そう気持ちがそういうのがなかなかでもそういうことはないよっていう人は多いけど、毎日ちゃんと弾いてあげて。でちゃんとケースに入れて、そしてまた出してあげて、あ、几帳面な人やなって、まあそういう人だったらね、もうお任せしますっていう。でもやっぱりそういうのが分かんなくって質問してくる。まあそうですね。からケースに入れとくっていうこと自体がいいのっていう、まあ、質問が一番多いから。そうでもない。必ずやはり家族的な。ギター、押し入れの中ってもしかしてそのギターは恐怖症かもしれない狭いとこ嫌だ、暗いとこ嫌だってね言ってるかもしれないね。そういう声が聞こえてきたらじゃあ出してあげて、だからそういう人も多分多くいるんじゃないかな。まあでも結構僕もそうクリニックとか行った時とかは同じような説明しますね。やっぱり自分が過ごしやすい環境がギターにとっても一番いい環境だよっていうのを。普段出してる？僕出しっぱなしですね。ケース入れっぱなしはまずしないです。だからケースが空っぽで、その空っぽのケースがどこに置くか、そのケースの置き場にすごく困ってる人ってね、4本も5本も持ってる人ってやっぱりケースが空っぽで、ケースの置き場に困ってるって言って、その押し入れのなんか倉庫かなんかのね、閉めたところに置いてケース出してみたら状態が非常に悪くなっちゃって、まあそういうのありますよね。あるよね。そのケースの保管の仕方っていうのも最近すごく大事だからケースに入れっぱなしにしたい場合はやっぱりそのケースの中の環境を整えてあげたりだとか、その置く場所をちょっと気にしてあげたりとか、そういうところをしっかりしてれば、まあ
ケースの中に入れっぱなしでもまあいいかなって感じですかね。本当にケースはもうどこでもなんか本当に地下室じゃないけども、ね、閉めたところにポンと置いといて筒に入れられたらやっぱりギターも戸惑うよね。戸惑いますね。まあそういう心なんていうの、そういう思いやり、ちゃんと気を使ってあげるのが大事そうですね。それでいいのかな。いや、よくわかります。はい、大丈夫です。はい、というわけで今回は、松尾さんに、ギターの矢入りギターの管理の仕方っていうのを聞いていきましたけど、これって基本的にはあれですよね、その矢入りギターに当てはまるというか、よその他のメーカーさんとかだとまた話は変わってきちゃう部分もあると思うので、それはもう、それぞれのメーカーの、作りとかそれぞれの主張があると思うし、うちはこう、なのであくまでもその矢入りギターの管理の仕方っていう前提で、今回お届けさせていただきましたけれども、また賛否両論あるかもしれない、そういうのはまたコメントいただければと思いますので、次回は、今度ちょっとお家でできるメンテナンスのもうちょっと踏み込んだそのギターを実際触ってマゾさんにちょっと気軽にできる、気軽にできるメンテナンスの方法だったりっていうのをちょっと聞いていきたいなと思いますのでまたよろしくお願いします。お手柔らかにこちらこそ。はい、というわけで、今回の動画、楽しんでいただけましたでしょうか。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。